はい、こんにちは。アゴフィゲバイクチャンネルです。今日はですね、こちら稲葉のバイクガレージですね、 FXN2230H。 ちょうど1年前にこのガレージを買ったっていう動画を上げているんですけど、そこから実際に1年間使ってみてどうだったかっていうのをね、お伝えできればなと思います。前回の動画でも上げたんですけど、オプションをいくつかつけていて、でそれを1年間使ってみて、これは間違いなく買うべきだったなっていうオプションと、逆にこれは買わなくてもいいんじゃないかなっていうオプションがあるので、その辺をお話しできればなと思います。あとは実際に1年使ってみた感想ですね、サイズ感だったり使ってみて分かった意外なところっていうのもあるので、その辺もお話しできればなと思います。これからバイクガレージの購入検討している方の参考になればいいなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。でまず最初はオプションですね。でオプションで必要だなってオプションが2つあって、まず1つ目が出入り口、扉ですね。出入り扉、これはね絶対あった方がいいなと思いました。であった方がいいなと思った理由は、まずね圧倒的にね出入りが楽です。ただ単純にそのガレージに用事があるっていう時にいちいちねシャッター開けるのがねかなりめんどくさいんですよね。でその点ねドアがあるとかなり出入りは楽ですね。で最初ね扉なくてもいいかなと思ってたんですけど、いざ使ってみるとね、そのバイク出す以外でもガレージに来る用事って、ね、結構あるんですよね。ただ単純にバイク眺めたいっていう時だったり、あとはちょっとしたメンテナンスとか、バイクは出さないんだけどガレージに来るっていう用事がね結構あるんですよね。でその時にねいちいちシャッター開けるの、これは絶対めんどくさいなと思って、その点ドアがあればね普通に横開きするだけなので、そこはかなり楽ですね。でその扉つけてよかったなって思うところもう一つあって、換気がね結構楽にできるんですよ。やっぱりこう閉ざされた空間なので、シャッターだけ開けてるとね中にかなり空気がこもるんですよ。出入り口の扉がもう一個あるだけでかなり風通しはいいですね。で続いて、つけた方がいいなって思うオプション2つ目ですね。2つ目はこれね私つけなかったんですけど、電源です。で理由はね単純にね暗いんですよね、日中でも。で本当にねそのバイクの保管だけっていうんだったらいいんですけど、ガレージの中でメンテナンスしたりちょっと眺める時間が欲しいなとか、そういう場合、私はその最高壁っていうのをつけてるので、日中でもまだ光が入る方なんですけど、やっぱりね多少の暗さはありますよね。その時に電池式の明かりを持ってきてもいいんですけど、やっぱりねコンセントがあった方が格段に楽ですね。あとはねメンテナンスする時にそのバッテリーの充電、バイクにバッテリー乗せたまま充電するので、そういう時にねこれ絶対あった方がいいなと思いましたね。あとはそれ以外に YouTube の撮影とかでねこういった照明機材も使ったりするので、電源はねほぼ必須ですね。私の場合は家の外部コンセントから延長コードで持ってきてて、その都度ねつけたり外したりっていう手間はあるんですけど、最初から電源備え付けてた方が楽かなとは思います。で続いてこれはいらないなって思ったオプション、これもね2つあるのでそれをご紹介したいと思うんですけど、まず1つ目がねこれシャッターカバーですね。これね私つけなかったんですよ。前回あげたガレージ買いましたの動画で、これシャッターカバー頼むの忘れてっていう話をしたんですけど、実際ね1年使ってみてなくてもいいかなって思いました。でいらないかなって思う理由が2つあって、1つはまずねそもそもねシャッター自体がねそんなに濡れないんですよね。ちょっと写真出るかなここに。これつい先日なんですけど、台風が過ぎ去った後ですね、シャッター見てみるとねそんなに言うほど濡れてないので、巻き上げてもね水が滴ってくるってことはねそんなにないんですよね。あとね2つ目はそもそもね雨の日にシャッター開けないんですよね。出入り口の扉があるっていうのが大前提になるんですけど、まずねその雨の日にバイク乗らないじゃないですか。なのでねシャッター開ける必要がなくて普通に出入り口から入るんですよ。なので、濡れたシャッターをこう巻き上げる機会っていうのはねほぼない。1年間使ってみてね1回もなかったんですよ。なのでガレージの中にしぶきが飛ぶっていうことがまずなかったですね。ちょっとね様子見ようかなって思ってて、結局1年何の不自由もなかったので、ただね人によってはその雨の日にバイク乗らなきゃいけないとか、出入り口つけられない、もう一個出入り口つけられないっていう人はシャッターカバーはあった方がいいと思いますね。はい、これがいらなくてもいいかなっていうオプション1つ目です。で続いていらなくてもいいかなって思ったオプション2つ目ですね。2つ目はね通気口です。開け閉めできるシャッタータイプの通気口を買ったんですけど、
多少効果はあると思うんですけど、そのね、風を感じるほど風抜けるかっていうとね、全然そんなことはないんですよ。意味あるのかちょっとね、微妙だったっていうのが大きな理由ですね。普通に出入り口つけた方がね、かなり換気効果は高いですね。で、仮に扉以外で通気口をつけるにしても、もっとね、ガバッとこう間口が広いやつがあるので、そっちをつけた方がね、換気効果ははるかに高いと思います。で、これがいらなくてもいいかなって思ったオプションの2つ目でした。あとはね、実際に使ってみた感想ですね。まずはね、ガレージ買うにあたってみんな気になるところだと思うんですけど、温度、湿度、あと結露ですね。この辺ちょっとお話ししたいなと思うんですけど、まず結露はね、します。ただね、思ったほどひどくはなかったですね。で、結露、具体的にどんな感じになるかっていうと、基本的にバイクにつくだけでしたね。この金属周りですね。タンクとエンジン周り、あとマフラーかな。うっすらこう、水滴がつく感じですね。人によってはこうガレージの中もね、結露するっていう人いるみたいなんですけど、私は全然そんなことはなかったですね。で、結露する時期なんですけど、秋冬かな ?10 月下旬、11月ぐらいから、12月の雪が降り始める頃ぐらいまででしたね。だからね、大体1ヶ月ぐらいだったと思うんですけど、で、雪が降ってしまうと、もう結露はしなくなりました。これ雪国だからかなと思うんですけど、そこから春先も全然結露しないし、で、梅雨も朝晩は結構ね、湿度 80% とかね、超えるぐらい湿度高くなるんですけど、明け方になっても結露するっていうことはなかったですね。だから1年通して1ヶ月ちょいぐらいかな、バイクが結露するのは。湿度に関しては、湿度というか結露に関しては、その設置場所、風通しのいい場所にガレージがあるので、割とね、こう湿気が溜まりにくいんですよね。なのでね、結露しにくいのかなっていうところもあるかなと思います。で、実際結露してしまって、どういう対応したかっていうと、もうこまめに拭き取るぐらいしかなかったですね。朝、出勤前とかにこうバイクをささっとね、拭いて、出かけるみたいな感じでした。でね、除湿機も一時期考えたんですけど、その1ヶ月ぐらいしか結露しなかったっていうのと、あとは、そんなにね、こう、閉ざされた空間じゃないので、ちょっと除湿機使うのもったいないかなっていうのもあり、あとはね、押し入れに入れて使うようなこういう除湿剤みたいなのも結構置いたんですけど、そこまで効果あるかっていうと微妙でしたね。結露対策としてはバイクをこまめに拭くっていうのが一番いいのかなと思いました。何か他にね、おすすめのやり方があればぜひコメント欄で教えていただきたいんですけど、あとね、温度湿度。湿度は今お話ししましたけど、温度に関しては、やっぱり夏は暑いし、冬は寒いですね。夏はね、日中はね、もう40度を超えてくるので、かなり暑いですね。なので、そのガレージの中にね、スプレー類とかね、ちょっとね、放置できないんですよね。一回ね、置いといたことあるんですけど、かなり缶が温まってね、危ないなと思ったので、ちょっとその辺は注意しないといけないなと思います。ヘルメットとかウェアもそのガレージの中に置いとこうかなと思ったんですけど、高温になるっていうのもあるので、ちょっとね、躊躇してますね。あとはね、実際に使ってみて、一個意外だったとこがあって、それはね、結構ね、ホコリかぶるんですよね。冬の間、雪降ってる間、バイク乗れないので、2、3ヶ月こう置きっぱなしっていうことになってたんですけど、その間ね、カバーかけないとね、砂ぼこりとか、なんか塵みたいのがね、結構こう積もることがあるので、ガレージ買ったからバイクカバーいらねえなとか思ってたんですけど、実際はなんかね、布をかけるとかして、バイクをね、ちょっと守ってあげた方がいいかなと思います。今は、ちゃんとしたバイクカバーじゃないんですけど、布ですかね。いらない布みたいのをこう上にふわっとかぶせてあげてますね。ちょっと意外だったのはそこぐらいかな。で、最後ね、サイズなんですけど、これね、結構迷う人いるんじゃないかなと思って、まずね、奥行きに関しては、これ今奥行き3メートルで、私のバイクはボンネムで T120 で、だいたい全長2メートルちょいなので、標準的なバイクかなと思うんですけど、奥行き30センチぐらいのラックを置いて、で、あと後ろの方もまだ全然余裕がある感じですね。これより1個下のその 2.6 メートルのサイズでも全然問題ないと思うんですけど、ちょっと荷物をいろいろ置きたいなっていう人は奥行き3メートルあった方がいいかなと思います。で、続いてね、幅なんですけど、幅これ今 2.2 メートル。で、それより1個下のタイプだと、だいたい 1.8 メートルぐらい。で、さらにその下だと
1.4 メーターぐらいになるんですけど、この 2.2 メートルだとバイクを2台置いてもまだちょっと余裕があるかなぐらいですね。私一時期そのレベルと2台持ちしてたので2台置いてたんですけど、全然止めるのは問題ないですね。ただ2台入れた状態でちょっとねメンテナンスしたりとかチェーンの掃除したりとかっていうのはかなり窮屈になりますね。で今1台ですけど、1台で 2.2 メートルだとかなり広いです。広いっていうかね、ちょっとね持て余すぐらい広いですね。バイク1台でちょっとメンテナンスするぐらいっていうんだったら、もうワンサイズ下でも全然大丈夫だと思います。はい、というわけで稲葉のバイクガレージ1年使った感想をお伝えしました。この動画気に入っていただけたらぜひ高評価お願いします。ちょっとね動画ではお伝えしきれなかった部分はあるんですけど、なんか気になる点があればぜひコメント欄にコメントをお願いします。また今後もこういったレビュー動画だったりインプレッション動画も出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。